おうちの家庭菜園です。今回は小株の収穫です。小株の種を発芽させてプランターで育てました。ベランダ菜園で最終的にどんな大きさになったのか見ていきましょう。9月17日、植え付けから6日後です。小株が発芽して双葉が大きく出てきましたね。もう少し大きく育ててプランターに植え替えしていきます。植え付けから20日後、ざるで育てていた小株を大きなプランターに植え替えします。植え付ける小株がこんなに大きくなりました。こちらを18リットルのプランターに植え替えます。まず穴を開けて、その穴に小株を植え付けていきます。ざるから1株を土ごと取り出し、開けた穴に植えます。この作業を全部で11株行っていきます。ちなみにですが、プランターで使っている土は再生した土です。プランターで小松菜を育てていた土に家庭菜園で出た残渣を埋めて肥料にしました。そうやって栄養を与えて再利用した土を使っています。この方法だとゴミとして捨てていたものを肥料にできるので環境にも優しい。この考え方はキエーロをして学んだことです。キエーロについてはこちらの動画で紹介していますので、よかったらご覧ください。家庭菜園をしていなくても野菜くずや油などゴミとして捨てずに土に返すことでゴミを減らせる画期的な方法です。作業の方は倍速でご覧ください。植え付けが終わるとこんな感じになりました。あとはうまく根付くのか見守るだけです。植え付けから47日後、かなり小株が成長しました。葉っぱが見違えるほど大きくなりましたね。でも肝心の食べる部分はまだまだこれからという感じ。これからの成長に期待ですね。植え付けから76日後、全体的に大きくなりましたが、見違えるのが白い小株ができていること。結構大きなものもあり、もう少しで収穫です。だいたい3ヶ月ほどで収穫できそうな気配。目に見えるほど大きくなると楽しくなってきます。これは嬉しいですね。植え付けから90日後、白くて綺麗な小株ができて、大きいものを2つ収穫していきます。プランターでもこんな感じに育つんですね。畑でしか育てないイメージでしたが、うまくいきました。12月で気温が1桁で雪もちらついていますが、ちゃんと成長してくれました。さあ収穫していきましょう。茎の根元を持って引き抜いていきます。さあどうでしょうか。抜けました。人参と違い簡単に抜けます。白く綺麗な小株が収穫できましたね。大きさもいい感じですね。
2個目も収穫していきましょう。こっちも簡単に抜けますね。綺麗な小株が収穫できました。葉っぱもしっかりしていて虫の被害はありません。不織布をかけて栽培していたのでそのおかげだと思います。この葉っぱも美味しくいただきます。最終的に3つの小株を収穫しました。小さい小株は間引きの意味で抜きました。こうしてみると初めて栽培したものとは思えないくらいいい感じに育ってくれました。さあ、重さを測っていきましょう。すべて葉っぱをつけた状態で計測します。3つ合わせて 473g ですね。小株1個あたり葉っぱ付きで 150g 程度とのことなので、小さいおまけがついていますが、平均サイズよりは大きいサイズですね。植え付けから112日後、新年になりました。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。簡単にいい感じに育った小株があったので収穫していきます。真冬とは思えない成長で驚いています。雪の降る真冬でも小株は栽培できるんですね。今回も簡単に収穫できていい感じの大きさですね。2個目も収穫していきます。こちらは簡単に抜けるでしょうか。今回も綺麗な小株を収穫できました。葉っぱが傷んでいなくて美味しく食べられそう。重さはどうでしょうか。こちらが1つ目、こちらが2つ目ですね。2個で 383g、平均サイズを大きく上回る大きさで嬉しいですね。小株栽培をまとめると、1回目の収穫は90日後、3つで 473g、2回目の収穫は112日後、2つで 383g となりました。初めての小株栽培でしたが、真冬でも大きくなるのにびっくりしました。まだ収穫していないものもあるので、大きくなり次第収穫していきます。プランターでも簡単に平均以上のサイズにできるので、よかったら挑戦してもらえればと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。おうちの家庭菜園では家庭菜園に関わる動画をアップロードしておりますので、よかったら他の動画もご覧ください。それではまた。